沖縄の選手ってすごい戦いになると目が変わるんで、鬼気迫る勢いっていうか気持ちの強いファイトが前面に出てて、日本での UFC 人気っていうのはガツンと高めてくれる存在だなと。これめちゃくちゃありがたい話で。Welcome to Linear Channel。今日は YSA から UFC で戦う日本人選手の紹介動画になります。お願いします。お願いします。今回はですね、いつも YouTube の方で、UFC について発信してくれているリアさんですが、UFC 今現在活躍されている日本人選手について、リアさんの方からご紹介いただきたいと思って、今回の企画を企画したのですが、今 UFC で活躍されている日本人選手をリアさんの方からちょっとご紹介いただけないかなっていうことなんです。はい、今 UFC で契約している選手は現時点で男子がフライ級2名、バンタム級3名、ウェルター級1名の6人、女子は1名、契約して計7人、契約選手がいる感じです。注目選手というか選んでご紹介いただけたら。僕が6人なんで、それからっていうなかなか選びにくいんですけど、平君は言わずもがな、鶴谷君は、過去の僕のチャンネルにもちょっと出演してますし、風間君はロードトゥ UFC の決勝で対戦させてもらったファイター。で朝倉海選手ですね。バンタム級3人って言ったのは朝倉海選手を入れて3人なんですけど、自分含めみんなご存知の通り大事のチャンピオンですよね。8月3日に試合予定だった木下優作選手、若くして契約して、この間試合が流れちゃったんですよね、相手の欠場で。どうかなっていうところ。水木選手は今女子で唯一1人残ってる選手で、去年の復帰戦で無事勝利したっていう感じで、この7人でやってるんですけど、それぞれ関わりが、朝倉海選手とは接点は今までないんですけど、それ以外のファイターとは喋ったことがあったりとか、練習したことがあったり、風間君にも試合させていただいたっていうのがあって、ちょっとしたエピソードもないんですけどね。平達郎選手から。平君は僕が初めて試合を見たんですね。トライブで僕格闘技始めたんで、その時清水清隆さんっていうファイター大先輩なんですけど、すごい練習でもお世話になったりしてて、カレー屋にも連れてってくれた先輩で、いろいろよくしてくれてたんで試合を見に行ったり、そこで試合をしてました。平君が清水さんと、当時イケイケの平君で、清水さんベテランファイターで、うまいこと戦ってたとは思うんですけど、平君が最後バックを取ってコントロールして勝ったりするっていう内容で、若いのにすごい経験もあって技術もある清水さんにこういう戦い方で勝ってるの本当すげえファイター出てきたなと思ったのが印象的で。それは何年ぐらい前の？僕が初めてだから2021年か2020年の末の方とか2021ぐらいだったと思います。わりかし最近。平選手はイケイケの時代とかあったんですか？イケイケっていうか、今一番イケイケですけど、その勢いをいろいろ世間に認知されてき始めた段階ですね。青木さんが解説で褒めてて、僕はそれが印象に残ってたんですけど、試合も綺麗に進めるなっていう、丁寧にジャブしっかりついてガード固めて、しっかり頭振ってっていうので、あれよあれよと UFC に先に契約してシュートのチャンピオンになって、僕がロードトゥ UFC の決勝のラスベガス大会に入れてもらったんですけど、その時に同じイリディウムで、当時マネジメントが一緒で、計量前日とか一緒にアメリカの社会保障センターに一緒に行ったりして、社会保障ナンバー取りに行ったりして、丁寧ですよね、対処が一つ一つ。それがすごく周りの人に対しても気持ちのいいものだし、ファイターとしてのギラつきっていうのはすごい奥にあって、沖縄の選手ってすごいレスリング時代からあったんですけど、戦いになると目が変わるんで、そこもしっかり持ってるなっていう、これは強いぞと思いましたね。さっきの試合のエピソードの時が初対面だったんです試合の時は自分は一方的に見ただけです。でその後練習に X ファイトに来てくれたりもしてて、一回練習を一緒にしたことがあります。そうなんですか。どういう印象でした？第一印象としては。もう試合見たまんまの子ですね。そうなんですか。丁寧で礼儀正しくて、日本を背負うならこの子だみたいな、押したくなる
したくなる選手ですね。推し活って感じですね。なるほど。視聴者のリクエストの中にも平達郎選手とコラボしてほしいっていう、はいはい、あるんですけども、はい、コラボっていうお互い今集中しなきゃいけないことがあるんで、なかなか時間作ってって難しいかもしれないけど、タイミング合えばぜひとは思ってます。はいはい。鶴谷君はレスリングの時から名前はずっと聞いてて、はい、大学で一緒に練習したりだとか、いろんなインタビューで話させてもらったりしてるんですけど、平君が来た時に一緒に練習来てくれたのがちゃんとした初めましてだったと思います。面と向かい合って話して初めまして。その時に鶴谷君と初めて、はい、平君と一緒に練習に来ました。 X ファイター、はい、2人同時に初めまして来ましたね。すごいいい日でしたね、その日は。平君と鶴谷君みんなで練習した。そうですね、その時はパトがいたりとかターヤがいたりとかしてみんなでやりました。鶴谷君は僕と同じかちょっと後ぐらいにデビューしたのかな。ずっとイケイケですよ。彼も勢い止まらぬまま今の位置に来てますよね。前回やったカルロス・ヘルナンデス選手なんかは平君の5戦目の相手で打撃も良くて、でレスリングも上手くて寝技もしっかりできる、オールラウンダーですごくいいファイターだったんですけど、そこもしっかり圧倒して組で全然フライのトップにすぐにでもいけるぞみたいな存在感を見せたと思うんで、これまためちゃくちゃ楽しみですね。レイ君も最近 YouTube チャンネル復活したのかな、はい、だと思うんで、ぜひそれがめっちゃ面白くていい子なんで見てほしいですね。鶴谷君やっぱ厳しいとこでずっと育ってきたと思うんで、繊細で周りにも気を使えて、強さの中にもやっぱそういう繊細なところもあるんで強いんだなとも思いますし、サムライトップチームとしても一緒に活動してますんで応援してます。めちゃくちゃちょっと複雑なところはあるんですよ。平君にも言ってほしいし、鶴谷君にも言ってほしい。お互いガッチガチベルト狙ってるんで。確かにはいですね、はい、言って同じ階級ですからね、うん、そういうことですよね。はい、っていうところですかね。はい。風間選手、プライベートの絡みとかは全くないですけど、決めがすごく強くて、目力の通り気持ちも超強くて、気持ちで彼の上を行くっていうのはなかなか難しいんじゃねえかって。なんか僕が初めて試合前に、僕ってこうドロドロの展開になったら絶対勝つ、レスリングでもそういう時には最後立ってるのは結構自分であることがほとんどだったんですけど、ドロッドロの試合ですよ。風間選手の目とか勢い見た時にドロドロにしちゃダメだって僕初めてぐらい思ったかもしれないです。この人間とはその当時鬼気迫る勢いっていうか気持ちの強いファイトが前面に出てて、スタミナももちろんあって気持ちで飲み込んでいくっていうファイターの一人だと思います。そこに今やっぱ UFC に上がったっていうことで一回負けてしまってるんで、僕もインタビュー読ませてもらったんですけど、スタンドの立ち位置の技術だとか入るための技術みたいなものを身につけてるっていう段階でめちゃくちゃ面白いファイターになってると思います。試合が2日後ありますんで、自分個人的には超楽しみだしマジ応援してますね。一緒に上がっていきたいなって思うファイターですね。これは結構本当に強い思いがなんかあるですね。あの場で拳を交えたっていうのはすごい縁だと思うし、すごい応援してるんです実は。ただやったら負けねえぞっていうのはありますけど、常にね、あった上で応援はしてます。他のファイターが勝つぐらいだったら風間君が勝った方が僕は嬉しい。朝倉海選手ですね。間違えたらバンタム級がまだ分かんねえんだ。正直本当に分かんないです。ファントージャとかとも噂されてるし、フライなのかなと思ったり、バンタム来てほしいなって思いがあったりとかもありつつ、ムズムズしてますけどすごい楽しみです。今まで全然違う畑で戦ってたファイターがこっちに来てガツッと来るっていうので、ライジンチャンピオンは今までイリー・プロハースカとマネル・ケイプが来てるんで、ライジンのチャンピオンっていうものの信用もすごい UFC は高く持ってるし、そこにさらにフォロワーも多い、彼の日本全体として彼をフォローアップしてる人も多いんで、日本での UFC 人気っていうのはガツンと高めてくれる存在だなと。これめちゃくちゃありがたい話で、自分ができなかったことを本当にやりたくてできなかったことをしてくれたなっ
っていう、自分の代わりにとかじゃないけど、こういう存在がいてくれるのは本当ありがたいし、上位陣と早速絡むことになりそう、戦えるんじゃないかと思ってます。気持ちの面で作るのが絶対今までよりは難しくなるんですけど、そこを丁寧に作っていいパフォーマンスをぜひ出してもらいたいな。日本人あれいいんじゃねって、中村もちょっと1個上に挑戦させてみようかとかなるんじゃねえかなとか、美味しいとこ思ってますよ。はい、期待値爆上げしてほしいですね。一発目かましてほしい。皆さんから見て、はい、朝倉海選手の、はい、一番のそのファイターとしての強みっていうのはどういうところだと思いますか？勘、いろんなものの勘です。聞いたのかとか、疲れてるなとか、表面にはファイター出さないですけど、そういうものを目に見えないものを読み取る力って大事で、そういうところの勘、きっとお兄さんも多分厳しくて、いろんなものを察しながら生きてきたのかなっていうのが生きてるのかっていう勝手な変態的な予想ですけど、そういうものは鋭いですよね。でここっていう時の破壊力ですよ、打撃の。一発で相手バックギアに入れるぐらいのものを持ってますから、どこでも通用すると思います。はい、次が木下優作選手。優作君はキルクリフ FC で、フロリダで先に佐藤隆先輩が UFC ファイターとしてキルクリフでずっと拠点張って練習してて、後から所属になって今アメリカで一人でまさに頑張ってる若い子ですね。もともと大阪の稲垣組かな、破竹の勢いで彼もまたガーッと登ってコンテンダーシリーズもめちゃくちゃいい勝ち方して、はい、そのまま契約。そっから2戦振るってないんですけど、はい、彼の良さっていうのがなかなか出せずに終わってしまってるんですが、いろいろ作り変えて8月2日に試合の予定だったんですけど、これも流れてしまって僕もああってなっちゃったんですけど、めっちゃ楽しみにしてたんで、調子もめちゃくちゃ良さそうだったし、試合すぐ組まれることを祈ってますね。めちゃくちゃ明るくて、冗談もテレビ電話とかした時にすごい言う子で面白い子ですね。彼が勝ってあーとかパフォーマンスしてた時にダナ・ホワイトがこんな日本人俺はずっと待ってたんだっていうセリフを言ったんですよ。それぐらいね、彼のカリスマ性みたいなものあるんで、爆発またさせる日をね楽しみにしてるっていう感じですかね。女子のファイターの水木選手は何回か足立区にあるイエローマンズキュートっていうジムで一緒に練習させてもらったことがあって、井上直樹選手の姉です。めちゃくちゃ精度高くていろんな技術持ってます。女子でこのレベルみたいな攻撃とか角度とか位置取りをしてきてて、すごいびっくりしましたね。練習した仲間で、うわーやっぱ水木さんめっちゃ強いねみたいなっていう感じになったんです。そこまで喋る感じではなかったんですけど、はい、絶対に優しい方で、かつ勝ち気がすごい伝わってくるのが、男子相手でも一発食らわすぞみたいなのがずっと練習でも伝わってきたっていう感じです。っていう7人になるのかな。以上が UFC で活躍する日本人ファイターの紹介動画になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。YSA での撮影。ああ、自分の。私は入ってる。